今や希少になっているターボモデル、しかもマニュアルで、しかも4駆。これ意外と DIY でこういうものつけてみるのも面白いかもしれないですね。あー、いいな、マニュアルだ3ペダルだぞみんな。あ、見えました。はい。タワーバー。ブースト上がってんの分かるわ。しかもプシュー言ってる。あー、これは山楽しくなりますね。クロワックス。はい、どうもクロワックスです。ということで、今回はこちらの車、ジョインターボマニュアル4駆ということで、今や希少になっているターボモデル、しかもマニュアルで、しかも4駆。新車のエブリィには存在しない幻のグレードと化しつつある、いい感じでカスタムされてるお車をまるっと1台紹介させていただこうと思います。ということで、オーナーさんのですね、10号ホームランさんです。どうぞよろしくお願いします。ということで、こちらのお車 DA17V ジョインターボマニュアル4駆ということなんですが、新車からずっとこれって何型になるかとかって3型になります。あ、じゃあもう本当の最後の方の3型の、ちょうどこれが納車されて数ヶ月後に4型に、そのタイミングでマニュアルの廃止。あ、じゃあもうジョインターボのマニュアルがなくなるっていう話を聞いて購入されたとか、そういう経緯があったりは。契約した後になくなるって聞いたんであ、じゃあちょうどよかったわって。ってことは新車からずっと所有されてる3型とかだと何年式なんだ？2020年6年所有されて、この状態までカスタムされてると。購入の時はもちろんノーマルで購入されて、少しずつカスタムを楽しまれているということなんですが、さっきお話を伺ったら複数台所有ということで、こちらのお車は主にどんな用途で使われているお車でしょうか？こちらがメインになってて、通勤にも使ってますし、レジャーにも使ってますし、そうでもこれで、あははは、なんだかんだ軽バンって使い勝手いいんで。そうですね、行った先で楽なんで、そうですよね。中にも広大なスペースが確保されつつ、行った先どんな道でも細かいとこ入っていける、そういったところも考えると、利便性はやっぱりね、軽でしかもターボを乗ってしまうと、これがいいやっていう風に思ってしまう1台だっていうことで、じゃあもう完全に今メイン状態。そうですね、手放せませんですよね。でもね、もうなくなっちゃったんですよ、ジョインターボのマニュアルが。ちょっと残念ですってなってくると、もうこれを大事に乗ろうかなっていうところだったりもするわけですね。ということで、外装のカスタムちょっとお伺いしていきたいんですが、フロント周りから行かせてください。フロント一番最初に目を引くのがこちら、ノーズブラだと思うんですけど、一般で販売されてるものなんですか？2年ぐらい前にようやく出たんですかね。ああ、それまではじゃあ存在しなかったんですね。なかったと思います。で、ノーズブラ自体はこれなんてメーカーさんとかって？ちょっとメーカーさん忘れちゃったんですけど、もうしっかりフィッティングしてて、そんなに質が悪いとか作りが悪いっていうことは一切感じないような感じの作りですよね。これなんかノーズブラ付けられた理由っていうのは？スズキのエンブレムがありますね。真ん中にここに S のマークがありますね。外したくて、一回外したんですね。そしたら塗装も一緒にベリッと剥がれまして、そうすればまあ元に戻るんですけど、塗装苦手なもんで、だったらと思って探してたらこれが出てきた。ということは、この裏側は今この辺りが塗装がペリッといってしまった状態で、塗装剥がれを隠すためもあって、ノーズブラ。でもなんかこのノーズブラめちゃめちゃフィットしてるから、遠目で見たらなんか黒く塗装してるのぐらいに来て、で近くに来ると、あれこれノーズブラだったんだみたいな感じで、質感は高い方で、エブリ乗られてる方でノーズブラ入れてる方あんまいないです。見かけないですね。ちなみにこれ裏側ってどう固定されてるかちょっと見てもいいですか？ありがとうございます。いやもうめちゃめちゃ気になるですこれ。見せたくないですでも見せていただける、ありがとうございます。ということでオープンということで、他のノーズブラと同様でこんな感じになってるんですね。こうグッと引き込んで、ただこのゴムが劣化して伸びてくる、だからこれ結ばれてるっていうのは張りを維持するためにですね、やっているという感じで、でもこれでギュッと止まってるっていうところで言ったら、ノーズブラこれやっぱその作りは悪くないのかな？そうですね、ずれはないですね。表記もこんな感じでピチッと張ってる感じがあるんで、こうなってるんですね。で、見られたくないところというのは俺これな気がするんですけどこれはスピーカー？そうですね、ロックアンロックの時、ロックアンロックの時の、こっていう。ちなみに今それ操作できたりしますか？おお、これあれか、音量調節のためにテープ貼ってる感じですか？中にティッシュ詰めてます。じゃないと音でかすぎると。うるさいんで。これどっから撮ってるんですかこれは？ウインカーですね。これは多分電源右。でもこれもハザードされてるウインカー出した時に音が鳴っちゃうわけじゃないですよね？なんないですよ。どう撮ってるんだろう電源。取り付けはかなり昔なんで、でもなんか同封してる取扱説明書通りにつけたら、そうですね、機能するようになったと。こんな感じでつけてて、これも一応ついてるんですけど、調節、ハイとローで、でローでもちょっとうるさいので少し静かにするために。いやでもさっきロックかける時に聞かせてもらって、セキュリティ入れてるのかなと思ったんですけど、セキュリティシステムではなく、このスピーカーのみだけ。意外とこれやってみたいなって思ってる人いるかもしれない。僕も昔やって
ってみたいなと思いつつ、なんとなく手が出ないままそのままになってたりする部分があるんで、これ当時どれぐらいの価格で売られてたものですか？これは安かったですね。確か5000円くらいだったと思うんですけど。はあ、じゃあ今もそこまで高くなく手に入れられると。はいと思います。これ意外と DIY でこういうものをつけてみるのも面白いかもしれないですね。それね、皆さん結構これ参考になるかもしれないです。あとは、はいはいはい。純正と多分違う。これなんだ？エアコン？エアコンの配管ですよね配管が来てて、はいでそこノーマルだと大きい穴が開いてる。はいはいはいスポンジが周りではい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 。このプラスチックの部分ですよね。そうですはい。洗車すると、はいそこから水が入ることがあって、そう室内が水浸しになるんですよ。あ、なんか分かった。僕のエブラちゃんも助手席の足元だけ湿ってる時あるんですよ。そうです。それここか。なんで足元湿っててこれ錆侵食してんだと思ったらここなのだ。ここから入っちゃうっていう。ここなんだ。でこれ3D プリンターじゃないですか。そうですね。ご自身で自作されたんですか？よくご一緒させてもらってるオフ会とかで、お仲間さんでが作ってる方がいるんですか？作ってる人がいるんですよ。これはもうその純正のスポンジを外してパカッとはめて、両面テープで固定して。じゃあこれも両面テープで固定している状態なんですね。ネジ止め上と下をこう分割になってるんで。あ、ここネジになってますね。はいはいはい。じゃあ上と下から挟み込んでネジ止めをした上で、ここに両面テープで固定できるようになってると。そうです。ボディ面に。こう考えられてますね。ただこれ、はい今の新しい5型とか6型とかはついてるんですよ。ってことはやっぱそこからの水の侵入っていうのは元からあって、それの対策品として5型以降ぐらいからそういうのがもう純正採用されてると。だと思います。僕なんでだろう、そのうち見ようと思って14万キロ走ってるんでこれ皆さんめちゃめちゃこれ参考になると思いますよ。ご自身のエブリを見てみてください。民からに乗ってて。そうね、今日ね取材させていただいてる方たちがですね、民からのお仲間さんなんですかね。そうですね。はい、っていうところなんで結構ね情報を持たれてる方多いんですよ。なんでエブリ乗られてる方結構耳寄りな情報を聞けると思いますんで、この動画に限らずその動画気になる方はそちらもチェックしてくださいということで、フロント周りに関してはあとこれ気になったのがこれラバー塗装ですか？そうです。ああ、ここははいはい、高圧洗浄機ででもこれラバーっていうのはまあそのまま戻せるようにするっていう意図もあってなんですよね。でこれラバー塗装でいつ頃されましたこれ施工は？これは1年ぐらい前ですよ。剥がれちゃったのは最近？剥がれたのは、はい、施工して1ヶ月ぐらいすぐにやっちゃったっていう状況なんですけど施工した後ラバーね塗装ってすぐに剥がれるのって気になる方もいると思いますが、ある程度使用してこういう状態になったとしてもこのように剥がそうと思えば剥がせる状態であるってことを測らずして剥がれてますけど、それを示してくれてる状態にはなっていると。やっぱこれ綺麗にペリペリって剥がれていくもんなんですね。いい感じで剥がれるの、はい、一回塗装失敗して、はい、剥がしてやり直してその時は綺麗に剥がれるんですね。黒くブラックアウトしたいけど純正にも戻したいよっていう方はですね、ラバー塗装あるかもしれないですね。普通に洗車する分には全然剥がれないので、はい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 、高圧洗浄機とか使わなければ。だからもう高圧洗浄機で思いっきり当てちゃったからこうなっちゃったけどっていう話ですが、そしてこれアンダーカバーですか？そうですね、アルミアンダーガード。どこまで続いてるんだろう。いやなんかね覗き込んでみたら赤いものが見えるんですけど、これがアンダーブレースです。アンダーブレースはロアームの根元の付け根か、ロアームの根元の付け根からを左右つないでると、これ結構強度上がるもんですか？つけた時は結構体感できます。へー、アンダーブレースがついていてアンダーガードがついていてということで、しっかりね4駆でリフトアップもされてるということで、悪路行った時も一応大丈夫なようにはガードされてるっていうような形を作られていて、側面にやってくるとですね、人目をひときわ引くこのタイヤホイール、僕ですね一番最初今日お会いさせてもらった時にこの角度で見たんですよ。あれタイヤ何履かしてるんだってあれって思ったんですけど、こうやって覗かせてもらうと結構オーソドックスとして言ったらオーソドックス、難関もしくはマットスターと呼ばれるオールテレーンタイヤでございます。あれなんでだって聞いたら 6J のホイールを入れられて若干引っ張り気味にタイヤを履かせると、165のねなんてことないマットスターのオールテレーンタイヤでもなんかこんなむっちり感のした感じる。なんかねこの感覚ちょっと見て思ったのがアメ車のグッドリッチグッドリッチを引っ張り気味で履かしてるようなそんなむっちり感をねこのマットスターから感じたんですよ。おって一番目がいっちゃったところなんですよ。だからその分でこのモールのフェンダー入れてる感じですよね。そうですね。これ入れなかったらギリギリいやアウトです。アウトになっちゃう。なのでモールで入れて 6J が入ってるっていう状況なんですが、これ全切りしてどうですか？当たります？当たります。あ、はい。おしゃれは我慢ということでですねそしてですねこちら、はい、いいよということで見てください皆様。クロワークスではおなじみの例のスプリングが入っておりますが、こちらのスプリングはフォレストオートさんのスプリングですね。これはもういつ頃から
4年ぐらい前ですね。車買われてちょっとしたタイミングぐらいで、フォレストオートさんのリフトアップスプリングを入れようと思ったきっかけとかってあったりしますか？知り合いが入れてて、やっぱいいよっていう伺ってたんで、色も、よく黄色とか赤とか。いや、そうなんですよ。ちょっと派手なのは嫌だなっていう。ああ、いいですね。パッと見ノーマルっぽく見える。そうですね。落ち着いたカラーがいいって言われる方多いですよね。で、さっき覗かしてもらった時に、ショックも変えられてるんですか？そうですね。茅場さんのニュー USR スペシャル。どうですか？実際にフォレストオート自体は純正のショックアブソーバーの減水力で乗り心地が良くなるようにっていうような形での開発されてるって話は僕が聞いたことあるんですけど、実際にその茅場さんの減水力ちょっと上がってるんですよね。そうですね。上がってるものに対してこのフォレストオートのスプリング入れてどうですか？ベストマッチだと思って純正抜けちゃったんで、そんなに乗ってないのにちょっと抜き気味になっちゃったんで、どうせだったら違うのがいいかなということで、これが一番お安かった。車外のショックでいうと大体茅場さんのショックが一番で、減水力少しじゃ高めになっていて、ほんの少しですけど、そうなんですよね。だから純正同等プラスアルファぐらいのイメージなんでがちょうどいいかなと。俺もなんかそれ気になるの乗ってみたいな。そういうこととかかなり踏ん張り、そこですよね。実際に僕のね、エブラーちゃんと呼んでますが DA17V 初号機ネオちゃんですね、フォレストオートのスプリングを入れさせていただいて乗っておりますが、リフトアップするとジムニーとかの黒缶用の足回りをイメージする方多いじゃないですか。ふわふわしていて、スタビライザーも取り外してタイヤの稼働を上げてみたいな、そういうイメージだと不安でまともに一般道を走れないみたいな印象を持つ方も多いと思うんですけど、このスプリングに関してはスプリングのみ交換で乗り心地の向上なんかも一緒に測ることができるよっていう、そういうコンセプトの商品なんで、びっくりしますよね。車高を上げてコーナリングの進入速度が上がるとよくわかんないじゃないですか。純正の足よりもコーナリングが安定するんですよ。かなり安定します。そうなんですよね。でしかも足でアンダーブレースとか入れられてたりもするっていうことで、フロントはしっかりカチッとするような状況を作られてるわけじゃないですか。結構ワインディング楽しくないですか？いや、これで峠攻めたりしてでしかもちょうどいいんですよね。難関、以前難関の FT9 測れてたってことなんですけど、そのマットテレーンだったりマットスターのタイヤあたりだとグリップがそんなに高くないじゃないですか。ちょうどいいんですよね。そうなんです。逆になんかグリップしちゃうとこけそうな。そうなんですけど、ある程度ねグリップもそこそこのっていうか、ロードをグリップさせるためのタイヤじゃないっていうタイヤでワインディング攻めたりするぐらいがなんかちょうどよく楽しいんですよね。いや、しかもこれジョインターボのマニュアル4駆ですもんね。絶対楽しい。それ以外でどっかやられてるところはありますか？ブレーキです。これ純正と同等。キャリパーも純正のまま？キャリパーは純正。ローターをプロジェクトミューさん、セレクト入り。ブレーキのパッドもおそらくこれプロジェクトミューさんのですかね、入れられてっていうことで、じゃあブレーキもある程度強化されて、これで放熱性とかどうなんですか？全然違います。やっぱ違うんですか？僕林道走りって帰りにずーっと下り坂で、僕4速オートマなんですけど、オーバードライブとか2速に入れることなく、なんとなくもうブレーキのままダラダラ下ってたら、だんだんブレーキから嫌な匂いしてきて、これ意外とブレーキ弱いんだなっていうのを純正のバンのねブレーキで感じたんですけど、それが感じられないぐらいには峠の下りとかでもバッチリ切る。それはだからローターとパッドの交換だけでもその効果が得られるっていうことを考えると、やらない手はないと。これはやらないと逆に怖くてちょっとそういう乗り方する人はそうですね。ご自身が考えられるコスパも含めた最適な状態。DIY で取り付けはちょっとハードルが高い。そうですね。ブレーキはそうですね。このセットだったら道具がちょっとあれば交換できるんで。そうですよね。なんでじゃあここら辺も DIY ということで、じゃあお車のカスタムっていうところは基本的には DIY で全部自分でやってる。いいっすね。 DIY で作り上げる最強の相棒みたいな感じですかね。これ給油口のキャップ、これも貼ってあるだけなんですか？そうですね。これ売ってるんですか？これこの形で売ってて、塗装に関してはこの状態です。この状態で売ってるんですか？これいいな、かっこいいですね。本当にもう両面テープで貼り付けただけ、だけっすね。取り付けは1分です。これだけでもなんか雰囲気変わるな。全然いいですね。このプレスラインから下はラバー塗装でということで、これも意外とリフトアップ感に演出するのに一役買ったりしますね。で、4輪とも後ろにですね、マットフラップ。このマットフラップは純正に被せるパターンですね。フラップは完全自作です。完全自作。これもじゃあ買って切り出して、でこれもプレート売ってますもんね。これはジャゴスさんのジムニーを買ってきて。これ後ろもそうですか？自作ですか？この鈴木はご自身で？これは自分で作りました。
カッティングシートですか？はい。はあ、いいな。これ自作だったらそんなにお金かかんないですもんね。多分、この赤いシートは、1メートル ×1 メートルで2000円とか。この状態でパッと見、やっぱ目引きますもんね。マットフラップは全然ありだな。ましてね、タイヤなんか石を噛み込みやすいようなタイヤで、車高が上がってるっていうことで、後続車への飛び石の配慮もされてるっていうところで、これも参考にしたいところの一つであったりもします。ということで、後ろ側に回ってくると、まずリアガラスにいろんなステッカーが貼っておりますが、一番上、ジャパン峠プロジェクト。これどっかのあれなんですか？そういう団体といいますか、ここにちょっと所属してる。ちょっと待ってくださいね。ご自身で持たれてる車がメルセデスとエブリーとスペーシアカさんと。このお車3台なんですよね。とやっぱジャパン峠プロジェクトに加盟しているメインの車はやっぱこれ。いいな、そういうことですね。はいはいはい。集まりとかも大体こう86とか、はいはい、そうですよね。そういう系が多いんですけど、はいはいはい。異色なんですね。僕の塩さんにいるんですよ。それこそ S タイヤ履かしたエブリー乗ってる方とかそういう方がたまにいらっしゃる中の、しかもリフトアップで参加。ぶっちゃけフォレストオートのスプリングは純正の足回りなんかよりもはるかに車高が上がっていても、この陸製の方が確実に上がりますんで、それ面白いな。リフトアップで峠を攻めるって最高ですよね。なかなかいない。でもこの辺りはじゃあ参加されてるチームとかそういった方たちの、これは車が一番気になります。これはベンタスファミリーと言いまして、はい、民からで結構有名だった人がいろんな人を集めて、オールジャンルの深い、今なくなっちゃったんですけど、ただ残ってる人たちで集まって、ああ、いいっすね。そういうのもあったりするんだ。でまあエブリーどうでしょうと。この方はこれはよく茨城県で中古車雑誌があって、オートガイドっていう、そこで年に4回ぐらい車募集して集めて雑誌に載っけてくれる撮影会があって、いやなんかね、こう何の気なしに皆さんこう見てません？その信号待ちで前に止まった車のリアのガラスに貼ってあるこういうステッカーたちって、こうやってこだわられて車作られてる方のリアガラスにはそれぞれ意味のあるステッカーが貼ってある。はい。だからそういうとこ聞くのも楽しいんだよな。でも僕気になったのこれはザードの大ファンでして、はい。やっぱそうですよね。そうですよね。本人の人となりが現れるのがこのリアガラスだと僕は思っていて、まさにエブリーちゃんのリア側作られておりますが、バンパーが他のラバー塗装とは違うような塗られ方されてるんですが、この塗装はラプターになって、はいはい、ラプターで塗装されてるんですね。これ純正のバンパーですよね。そうですね、塗装されたやつを購入しました。それもお仲間さんから譲ってもらったみたいな話を伺って、純正のラプター塗装されたバンパーと、これは何のガード？これメタル。これはね、鉄です。あ、鉄。鉄でできてるテールランプガードですね。ついているということで、リア周りがこんな精悍な、見た目になっております。そしてマフラーはこちら、柿本海のマフラーということで、これはじゃあもう交換できる後ろのリアピース部分で交換されてるっていうことで、全体にすげえまとまったお車ですよね。最初フロントバンパーとかもカットしたりとかしようと思ったんですけど、結構見かけるんで、そういう人いますよね。なんであえてこう形はノーマルで小技を効かそうかな。いやなんかこういうようなカスタムされてる方がなんか落ち着いた印象とノーマル前としつつもみたいなところをすごく感じるので、いや僕もこういう方が好みです。で最後触れられてなかったんですが、こちらですね、リフトアップした車、特にねエブリーなんかだと直差を言われることが多いんですよ。なんでその直差に対応しているこのミラーですね、これ後付けタイプですよね。そうです。車検もバッチリという状態になっております。あと1箇所、はい、これ自分でつけます。イージークローズついてる。ちょっと待ってくださいね。これ自動ドアではないですよね。じゃないです。このイージークローズエブリー用で出てます。これ多分ワゴン用を外してヤフオクとかで売ってるやつですね。じゃあもうこれはワゴン用とかのイージークローズをご自身で、これどういう機構になってるんですか？僕イージークローズって機構を考えたことがない。ここですね、こっちの。こっちからスライド側についてるんですか？ここをもう交換する感じですね。そこを交換するとこれで、あとはそうですね、イージークローズここが動いてるんだ。へえ。カチッて入ると引っ込む。あと電源だけ取ってあげれば。電源は常時でそうです、バッチョクで引っ張ってるような感じですか？エンジンかけた時だけだとします。そうですよね。すげえ、イージークローズとかも移設できるんだ。ただこれうち子供ら乗っけたりするんで、ドアが重くて閉まんない時があるんで。僕もあります。反動だよとかっていう時があるんで向こう側はついてないんですよ。ここがこっち自分で閉められるんで。そうなんですよ。こっち側
そう。後ろに乗せる人たちのことを思った設計、思ったカスタムがされてる。まあ確かに。そういったところもやられてるわけですね。最高です。ということで、この後ですね、車内を少し皆様にお届けさせていただこうと思います。ということで、助手席側、失礼いたします。はい。あー、いいな、マニュアルだマニュアルだぞみんな、3ペダルだぞみんなということで、一番最初に目を引くのがダッシュマット。あ、ここにもこんな感じで、トレイがついてるタイプのダッシュマットだ。ライツさんだったと思います。から出てるダッシュマットと、みんなマニュアルだということで、これカバーも変えられてますね。そうですね。そして、ペダル類もカバーがついてる感じですね。そうですね。あ、見えました。はい。タワーバー。皆さん大体つけられてるんですかね。そうですね。これはやっぱりあった方がいいと思います。全然変わります。はい。いや、僕気になるんだよな。これ行くとやっぱり効きますね。ということで、峠行かれるっていうことでね、見ていただくとわかるんですけど、ちょっと後ろ失礼します。はい。ということで、レカロ入ってます。このシートは、これハイエース用とかで出てるタイプの、横が低いタイプですよね。SR7F。SR7F だから、ここのサイドがフラットになってるタイプの、ハイエースとかでもよく皆さん入れられてるレカロのシート。これ乗り降りとかどうですか？ここないんで、やっぱり全然普通に。そうなんですよね。ほんとレカロシートとかだと、この立ち上がりで軽バン系というのはきついんですよ。で、僕エルゴメドを普通のやつ中古で買って、昔乗ってたミニキャブにつけてたんですけど、まあ乗り降り大変で。そうですよね。そう。かといって、中古で2脚購入したんですけど、新品で SR のそのハイエース用とかのこれを買うほど、いやどうするみたいな状況で乗ってたんで、入れるんだったらこうだよな。ちょっと腰回りのホールド性とかやっぱりそっちの方がいいんですけど。はい。乗り降りする機会が多い。そう、それをするとどうしてもそうなっていっちゃいますよね。ステアリングも変わってますね。そうですね。これは純正交換タイプ。純正交換タイプで、じゃあエアバッグとかそのままフロントの方とかも使えて、で外見のここの部分だけが変わってるタイプのステアリング。メーカーは不明です。そしてしっかりとですね、ブーストメーターがついてますよということで、あとはフロント周りでどっかやられてるところ、これオーディオの音量でできるようになってるんですね。ここだとちょっと見ながらやんない。なんでハンドルから手を離すことなく、ここでできますよ。あとはこのエアコンのつまみが違う。しかもアルミ削り出しになってるんですかこれ？そうですね。アルミっぽいですよね。これも先ほどのエアコンのあれを作ってくれた人が、言葉をものすごく褒め言葉で言うと、その道の変態の方がやっぱいらっしゃるんですね。その人がちょっとプレゼントしてくれた。へー、素敵ですね。そういうのも付け替えられて、変えていてということで、こんな感じでですね、まとまった雰囲気の車内が出来上がっております。そしてですね、運転席はレカロが入っておりますが、それ以外のシートに関しては、後ろも含めて、またおしゃれな、シートカバーつけてるということで、これどっちシートカバーですか？これは、レッツァだったと思う。これやっぱジョインのいいところは、後部座席の人もゆったり乗れるというか、板シートではないっていうところがやっぱいいですよね。後ろに人乗せることまで考えた場合は、やっぱジョインターボあたりをバンダとしても選択しておいた方が同乗者に優しいかなって僕個人的にやっぱ思います。板シートに最近人乗せること多いんですけど、見ててかわいそうですもんっていうのがあったりするんで、いいですね。同乗する人に対して優しい気持ちが持たれてるのであれば、ジョインターボ。かなりこれもやっぱりこの角度、ワン基準に決められてる。で、やっぱ腰が痛くなるんで、ありますよね。ここまで少しちょっと下がるように。ちょっと下がるようにっていうのは、あるんですよ。ここに。こういうところに秘密があって、いたずらすることができると。それはやってなくて。やってないんですね。この後ろのこれで。それで当たりを作ってるだけなんだ。これで受けてる。そういうことか。溝もう一個増やすとかそういうことじゃなくやってるってことなんで、もう完全に適応でできるようにしてるってことですね。そうです。これは素敵っすね。で、これ、上、パッと上げたところに、これは今は傘がいるんですけど、これロッドホルダーですよね。じゃあ、趣味で釣りなんかも。昔やってました。なんでここにロッドホルダーがあって、これは自作ですか？それともこれ。自作です。もう、パッと見てみんな、って思ったでしょ？そういうことっすね。ユーティリティナットで、これイレクター？そうです、イレクターのジョイント。そう、最近このイレクターの部材ってこういうちょっと気の利いたものが出始めてんですよね。で、ここユーティリティナットで固定して、前のユーティリティナットと同じような形でここに1本通すと。1本通した上で、加工した穴のところに刺す形で、前後にロッドホルダーができてる。これめちゃめちゃ有能っすね。釣りやってた当時はもうすごい重宝いいですよね。なんですけど、今ドライブが忙しくて、全然行けてないんで。峠が忙しくて。全
全然いけてなくて、今無用の長物になってね、傘をさしてる。ユーティリティナットとイレクターのこういう有効活用の仕方もあるよっていうところで、一つのね、参考になる実例見させていただいてる感じでございます。で、またカメラの中に映ってくるのがこれなんですけど、ここは本来ルームランプついてないところですよね。ないですね。なので、これは前のルームランプと連動して使えるように。で、個別でオンオフができるように。これで。ああ、だからこれはもう強制的につく。こっちはドアと連動。はい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 。それもここに自作されて、そしてフリップダウンモニター。なんすかこれバーンですよね。はい、バーンなんですけども、なんかワゴンみたいなその快適な環境が出来上がっております。いや、すごいな。他どっかやってるとこあります？これ純正部品であるんですけど。はい、純正じゃないですよね、これ。高いんで。はい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 。自分で作りました。はい、こちら、丸棒を潰して穴を開けてつけてると。はい、これはですね、純正でもこういうものがついていたりはするようですが、完全に自作で。お仕事でこういう金属加工系やられてたとかそういうことですか？いや、やってないです。すごいな、DIY でじゃあ。ここはもうハンマーで叩いて。ハンマーで叩いて、中空の丸棒を買ってきて、叩いて、ドリルで穴開けて。そうです。はい、皆さん、それで、こんなかっこいいものが作れたりするわけですよ、皆さん。どうなってもいいからやってみる。最高の DIY でございます。はい、ということで出来上がってるんですが、ここにスピーカーが見えるんですよ。ということは、ちょっと運転席側に戻らせていただくと、あ、いた、ここにツイーターがいるということは、オーディオもちゃんとやられてる感じですね。そうですね。一応、デフトニングと、スピーカー、後ろもじゃあ入れてるのは、リアスピーカーっていう形でここにスピーカーが向こうまれてる。前しか乗ってない時はあまり意味がないので。どっちかというと後部座席に人が乗った時に、全員にちゃんと音楽が聞こえるようにするぐらいなイメージで。これちょっとリアハッチからも見させていただいていいですか？はい。あります。はあ、ということで、あ、これもこれなんだ。俺の語彙力、はい。これもこれなんだっていうことで、矢崎のイレクターパイプの使ってイレクターで、さらにそれで固定して、あ、もうこれもう本当にコンパネにちょっと、スポンジ入れて、表皮くるっと巻いて、タッカー止めしてるっていう。お手軽に。はい。これでも全然いいっすよね。ここにまあ物を乗せたりってあんまないですもんね。せいぜいこういう服とか。そういうもの、軽いものだったら全然。どっちかというと、そのリアハッチから覗き込まれた時に、この荷物が見えないようにするためのトノカバーみたいなイメージで。釣りやってた頃、結構。覗いて持ってくやつがいるんで。いるんすね。見えないように。するためのトノカバー的な意味合い。プラススピーカーの居場所。いや、なんか、リアハッチからの絵もいいっすね。これだけ見ると、もう釣りのための車感出てますが、今はお山が忙しいということで。あ、でもこれいいっすね、これ。結構、こっからそのままで、棚をこの高さにしちゃってる人も結構いるんですけど。結構低いんですよ。そう。一段上げられるっていう点においては、これはありかもしれないなあ、全然いいです。で、これ、見えました？これ。ここね、目隠し。もうこれで十分っすね。ちなみにこれはなんていう素材ですか？ダイソーで売ってる透明シートと言います。透明シートですよね。パッと見僕が思い浮かんだのは、クリアファイルだったんですよ。でもクリアファイルだとこのサイズ感ないよなって。触らせてもらうと、クリアファイルより少し厚みがあるんですよ。あります。そう。これの黒板があったらこのまんま綺麗にすんなり収まりますよね。こういう素材で、これ両面テープでも止めてないですよ。はめ込んでるだけですか？ただこの隙間がありますよね。一緒にあるんで、そこでパコっとはめてるだけ。です。はあ。これでよくない？目隠しみんな。断熱したいって言うんだったら別だけど、なんかいろいろ目隠しで、プラダンでカットしたりとか、いろいろやられてるじゃないですか。俺これでいい気がしてきたな。青紅ってわかります？ベニヤのサイズの青の養生用の。あれの黒バージョンを俺買って、そこにはめればいいやと思って買ってあって、まだそのまんま5年ぐらい放置してるんですけど。それよりもこれだけ薄手だったらこの間に差し込めちゃうから、両面テープで貼る必要もないですもんね。で、飽きたらすぐ。ペロンと剥がせるから。これもね、どっかの YouTube チャンネルでやられてたのをパクったんですよ。これもありです。しかもこの丸棒。これアルミなんですね。アルミです。アルミで潰してカットして、で、穴開けて。ただこれ、ちょっと失敗しました。ここ穴開けるじゃないですか。で、やっぱりやらかして。皆さん、映るかな？このポコ。ボディ外反をつくというね。ついちゃったんですね。両側。両側。片側に飽き足らず、両側。でもこっちそんなでもない？こっちは。ちょっとね、自分でデントリペアしたのはしたんです。こちら側、そうですね、こちら側は軽傷で、ほとんどわからないぐらいですが、両方ついてしまったと。やりがちなんです、皆さん。ボディをやるときは皆さん、お気をつけくださいっていうことで、意外ともう、これの外側はもうこれですからね。そう。ここもう空洞ですから、そういうとこは、DIY する上で気をつけてくださいっていう、先輩の失敗談からのお話でした。ありがとうございます。あとどっかありますか？だとこれですかね、さっきの。本当だ！これ
ね、やってる方多いですよね。これ前と連動ですか？そうですね。はこっちは違うんだ。もう昼も夜も関係なしにつくように。ついてますね。はあ、これいいっすよね。それこそ釣りしてる時に。そうですね。ここでこういろいろごちゃごちゃ。そうですよね。で、こういう仕掛け作ってとかって言ってる時に、この上にあると、全然ここでのスペースが。かなり明るい。できるんだったらあれですよね。ここにアクセスするには、こっからこう引いて、こう引いて、で、このゴムチューブ通して、そういう形で、車内に配線は引き込めるので、これも DIY でやろうと思えば比較的やりやすい参考になるところですよね。配線通すのがちょっとめんどくさいだけで。ジョインターボとはいえバンなので、まあワゴンよりは、そうですね。内張りも落としやすいし、その間もかませやすいし、それはね、やっぱなんかエブリィとかも、ゴテゴテのワゴンよりはバンの方がやりやすいかなっていうところだったりしますね。いやー面白い、いい感じ。ちなみにこれ今走行距離どれぐらいなんですか？先日10万キロ超えました。あ、だから年間やっぱ2万キロずつぐらい。6年で10万なので1万何歩ですね。まあ通勤に使われていて、休みの日はお山に行かれて、って考えるとまあ年間2万キロの走行っていうところは妥当なところですね。はい。これ直前にですね、80万キロっていう化け物みたいな走行距離を叩き出してる64を紹介させていただいた後なんですが、まだまだこの子は現役でやっていこうというところで、10万キロぐらいになってくると、ウォーターポンプとか、ベルトのアイドラプーリーとか、その辺もちょっとやっていかないとこれから。僕8万キロのタイミングでウォーターポンプとベルトが泣いたんで、アイドラプーリー一緒に交換してっていうのをやって、もう僕14万キロなんで、間もなくもうやらなきゃいけないタイミングになってくるんですけど、まあとはいえ、タイミングベルトではタイミングチェーンだったりとか、10万キロのタイミングとかでプラグ交換で、別に行ってなければダイレクトイグニションコイル変える必要もないですし、意外と10万キロ、20万キロぐらいまではそんなに交換部品ないんですよ。多分ないと思います。で、そっから先なんですよね。そっから先なんかお考えあります？僕ここにわざわざこんなお話をさせてもらってるっていうのが、もうジョインターボのマニュアルが存在しないっていうところがやっぱあるんで、程度のいい中古とかってもう金額べらぼうになってるじゃないですか。一時期200万超えてました。ですよね。それを考えると、やっぱり替えがない車っていうところをどう維持されてるかっていうところが、僕はそのオーナーさんに伺いたいところだったりもするんですよ。オイル交換も絶対。もうこまめに。はい。ギアオイルとか。ギアオイルとか、これデフとかは入れられてないんですか？デフはノーマルのまま。じゃあそんなにLSD 専用オイルとかでもなく、ないどんぐらいスパンぐらいでミッションオイル、デフオイルやられてます？ミッションオイルは、新車で1ヶ月点検の時に1回交換して、それからずっとやってなくて、2ヶ月ぐらい前に交換しました。でもそれぐらいスパンで別にその思いっきりハードなことしなければ大丈夫だと思うんですけど、まあ油脂類の交換っていうとこは必須で、あとはなんか意外とクーラント言われるっぽいんで。そうですね。なんか減るんですクーラントが。結構やっぱりネットの情報とか見てても、減る人結構多くて。これターボ特有なんですか？いや NA でも減るっていう人が結構見受けられます。じゃあ分かりました。僕もです僕もあれ見るとあれっつってリザーブタンクが空になってることが、今もだからちょっと少なめだと思うそうだ、そこはね、僕もねリザーブタンク見てあれって思って足して、心配になってフォレストオートの友達たちに聞いたら大丈夫だよって言われてそのまま乗ってるんですけど、ディーラー行って聞いてもそう言われるんですよ。でだから点検してもらうんですけど、漏れてる形跡はないので。じゃあどこからか蒸発してるか、どこからか流れ出てるみたいなどこに消えてるのか分からないのでまあでもあれですよね、冷却水ってスロットルバルブとかにも来てるじゃないですか。そういったところとかもあるのかなとは思って、そういったところでいろんなところに回ってるところから R06A ですかあったりするのかもしれないですね。ということで、じゃあこんな感じで紹介させていただきましたが、10万キロ走行したからといってこの子を手放すとかうんぬんではなく、まだまだこれからということで、やっと鳴らしがやっぱその道の変態の人たちはね、走行距離感覚も皆さんバグってるはいということで、新車から大切に10万キロ乗られたお車もこれから先も大切に乗っていくよっていうお話いただけました。15ホームランさんの横乗りさせてもらうことになりました。そしたらちょっと横お願いします。これがですね、僕が気になっているのが足回りなんです。タワーバーもそうなんですけど、アンダーブレースかけるフォレストオートの足がどうなのかっていうのちょっと気になったんで、ちょっと横乗りさせていただくことになりました。お願いします。はい、いきます。これ変わってるのはフォレストオートのスプリングで、カヤバのショック、アンダーブレースが前後、フロントはタワーバーの状態で足がどうか。でもそんな硬さ感じないですね。乗り心地は純正よりかなりいいです。はいこんな感じで乗らせていただいておりますが、わあ、やっぱターボいいなこれブースト上げてます？一応レースチップで1キロまでのブースト上がってんの分かるわ。しかもプシュー言ってる。すごい
あ、これは山楽しくなりますね。あー、これ足もさることながら、こう左ですね。はい。すいません。で、こういう時にわかるんですよ。あ、なんだ、全然いい。足いい。居心地がかなり。そうですね。そしてプシュプシュ音と加速がたまらない。NA の僕にはない。あー、なんか、ボディ本当にしっかりしてるの感じますね。あ、こういう段差乗り越えた時も不快じゃないですよ。そうですね。そう、角が取れてると。はいはいはい。言いますか。でも、ボディ剛性がしっかりあるから、足が動いてる、仕事してくれてる感はちゃんと感じる。であと、スロコンもついてるんで、これ今ちょっと燃費仕様にしてる。はい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 。レスポンスはい。すげえ。性格が変わる。スロコン入れて、ブーストが上がるように、これはじゃあ、サブコンみたいなイメージですか？そうですね。サブコンはそのレースはい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 。これただアクセルの回路これはスロコンですよね。で騙してみて、はい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 。ちょっと踏むとアクセルがガバッと開いてくれるっていう。いや、これいいなぁ。おほ、上り坂すげえ。すげえ力強く登ってくれる。峠の上りでもすごいっす不ね。安はない。いや、素晴らしいです。いや、今、これ乗らせてもらったんですけど、ターボでマニュアルと4速オートマのイメージは全然違いますね。これね、ボソって最後降りられる時に言われたんですよ。これだから手放せない。わかります。手放せないですよねっていうことで。これめちゃめちゃ素敵なお車でございました。いや、本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい、これね、俺が撮影できなくてテイク2。はい。はい、ということで、こんな感じでですね、新車から10万キロ乗られてもなお、これからだという、そんなね、こちらのジョインターボマニュアル4個を皆様に紹介させていただきました。まだまだ死ぬまで乗りますということでお話を今いただいたばかりなので、つい先ほどですね、80万キロ走行した64を紹介させていただいたばっかなんですが、もしかしたらこのお車もそうなっていくかもしれない。その際はぜひまた取材させていただければと思います。はい。ということで、こちらのですね、15ホームランさんの DA17V のジョインターボマニュアル4区ご紹介させていただきました。この動画を見ていただいた皆さんも15ホームランさんも本当にありがとうございました。